静岡蒸留所の見学はですね、まず中に入ってすぐにこういうふうにして木製発酵槽ですね、木でできた発酵タンクが並んでいるところを見るところからスタートします。で、ここではですね、お酒を作るのにアルコールの発酵をするのにこういう木製のタンクを使ってるんですね。で、ここには今10基のタンクがずらっと並んでます。でそのうち4基がアメリカ製の木を使ったウイスキーの業界ではスタンダードな木を使ってるんですけれども、私の立ってる場所から後ろの6基、これに関してというのは静岡の杉を使って作ったタンクなんですね。でこの発泡タンクに関してっていうのは、実は日本の杉を使ったウイスキーの発酵というのはおそらくこの静岡が初めて、だと思われます。はい。この静岡の杉でどんな味わいのウイスキーができるのかっていうのは、これは本当に実験なんですね。ですので、今どんなものができるのかということを確かめてる、そんなね、ことをしてるわけです。この木の発酵タンクというのはしばらく時間を置いていると実は乾燥して隙間が空くんですね、木と木の間に。で今水をためるとですね、こんな風にして水が滴るような、漏れて滴るようなね、そんな感じのことが起きます。でこれはでも一晩とか水をためておいておくとまた木がですね膨張して隙間が塞がって、それによって漏れが止まるんですね。木はなので生きてるんですよね。ですので、状況によってこういう形で、その水をためたりまた乾燥させたりということをしているわけです。この場所ですね、床もそうだし壁もそうだし、そして天井もそうなんですけど、全部これ地元の木材で作ってますので、その内装自体にももちろんこの酵母とかですね、乳酸菌が住み着いてますので、そういう意味ではこの空間全体がこの自然の状態、地元のこの自然をちゃんと反映した微生物環境ができているっていうことになってるわけですね。でスコットランドで有名な話で、1キロ離れたところにある蒸留所がすごくいい味わいを出してたから、じゃあうちのとこでも1キロ離れた場所で同じようにして同じ設備使って全く同じようにコピーして作ってでやってみたら違う味わいのお酒ができるっていうですね、それがわからないんですよね、なんで違うのかっていうのは。ここはですね粉砕室になりますね。大麦麦芽というのがウイスキーの原材料なんですけれども、それが今まずこのオレンジ色のですねサイロに入ってるんですね。大麦麦芽は全世界から送られてくるわけですけれども、主にはスコットランドからコンテナで送られてきます。で、日本国内の場合もあってですね、トラックで運ばれてくるんですけれども、まず最初にこのサイロに入って、ここで一旦貯めるわけですね。でそれを今度は向こうの方の装置に送って異物の除去、そして粉砕という工程を行っていきます。こちら糖化の工程になります。糖化というのは、大麦のでんぷんをですねお湯の力を使って分解をしていくんですね。でその分解して糖分になるわけですけれども、その糖分を取る、その工程が糖化です。具体的には先ほど見ていただいた、粉砕した大麦麦芽にお湯を混ぜるんですね。でお湯と混ぜ合わせてこの糖化層って言いますけれども、この中に置いておくことによって、麦芽の芽の部分にある酵素ですね、糖化酵素というものがあるんですが、それが働いてででんぷんを分解して糖分にしてくれるわけです。でその糖分がお湯に抽出されてですね、でそのお湯、要は甘い麦のジュースができるわけですけれども、麦汁と麦の汁と書いて麦汁っていうんですが、
それを使ってウイスキーを作っていくわけです。はい、ここはその糖分を作る、取るための最初の大事な工程ですね。はい、大麦と粉砕した大麦麦芽とお湯が混ざり合った状態ですね。軽い成分が今お湯の上に浮いているので、下の方は見えないんですけれども、この中に今ですね4000リッターのお湯が入ってます。はい、そして1トンの麦麦芽を今糖分にね変えるという、そういう作業をしている途中になります。こちらが発酵の工程になります。発酵は向こうで先ほど取ったですね糖分の入った麦汁をこの木製の発酵タンクの中で微生物に食べてもらうことによってアルコールを作ってもらうんですね。それはこの発酵の工程になります。ちょうど今ね入り始めましたけれども、向こうから送られてきた麦汁にですね酵母を投入して、そして、ここでだいたい短くて2日、長いと5日間の発酵期間を経てアルコール度数が 7% 程度のですねもろみが出来上がるんですね。でそれを使って今度は蒸留をしていくという工程になります。はい、これ乾燥酵母って言って酵母を乾燥させて仮死状態にしてあるんですね。でこれをぬるま湯に溶いて、で再活性させると、活性化してあげて、そしてこのタンクの中に撒いてあげると、喜んでですね糖分を食べるということでお酒を作ってくれるわけです。ウイスキーの場合とビールの場合とでもろみってすごく似てるんですね、作る工程自体は。ただビールの場合は煮沸をしてそこにホップを入れてるわけですけれども、ウイスキーの場合はですねその煮沸をしないで生きた状態のままこの発酵タンクに入れます。で、非常に何て言いますか、乳酸菌が働くことによって酸っぱい味わいになるんですね、この段階で。でそれがビールとの大きな違いで、特にその乳酸菌とかですね酵母っていうのはこの木製の発酵タンクの場合にはもう木の中にそういう微生物が住むので、そういう意味ではお酒の発酵にとっても向いた状態になるんです。でそれはものすごくそういう意味では酸っぱい味わいになってしまうので、ビール作りにはこういう木のタンクっていうのは向かないんですけれども、ウイスキーの場合にはここからさらに蒸留という工程がありますので、ウイスキーの場合はこれが逆に複雑な香り味わいを生んでくれるのでいいんですね。はい、やっぱりお酒を作る時のノウハウっていうのはあって、でどういう順番で何をするのかとか、どういう条件の時にこうするとか、そういうのとかですね、やっぱり細かいのは実はあるんですよね。でただウイスキーの、作りをそういうのを分かってる人って実はあんまり世の中にいないんですよ。作ってるところが少ないので。ですのでそういうノウハウも一応その教科書的なものはあって、そこから勉強することはできるんですけど、やっぱりそこからですねレベルを上げていくっていうのはそれこそいろいろ試行錯誤を重ねていっていかないと見えてこないんですよ。なのでそこをちゃんと一つ一つ良くなる要素を見つけて、それを積み上げていけるかどうかっていうのがいいウイスキー作りができるかどうかの一つ大きなポイントだし、それをやるためにはやっぱり仕事自体、ウイスキー自体に自分自身が興味を持ってないとできないんですよね。仕事自体はとっても単調な仕事の積み重ねなので、それもそういう意味では単純にお金をもらう作業として考えた場合には単なる本当に仕事になっちゃうんですよ、命令されてやるだけの仕事に。だけどそうじゃなくて、よりうまい酒を作りたいという気持ちがあればですね、その毎日やる仕事の一つ一つが全て発見につながるような、そういう材料になっていくわけですよね。でそういうものをたくさん持っていった時に
じゃあこれかっていうのが分かるようになるかどうかっていう、それがこう面白さじゃないかなと思います。これが薪の蒸留機ですね。ウイスキーの蒸留は2回行うことによってアルコール度数がですね1回行うごとに3倍になるんですね。ですのでさっきもろみが 7% ぐらいっていうね話をしましたけど、それが 20% を超える1回の蒸留でなるわけですけど、でもう1回蒸留をすることによって 70% 近いアルコール度数のですね、ウイスキーの原酒が出来上がるわけです。で、この静岡では1回目の蒸留にこの薪を使って、薪でかまどの中で火を焚いて、そしてその火で上にある蒸留機を加熱をしてですね、で蒸留をするというこのもう非常に昔のスタイルをとってやってます。これはですね、今から200年以上前に行われていたと思われるそういう古いやり方なんですね。今世界中でこういうことをやってるところはないんです。で、その薪でやった後に今度は石炭に変わり、そして石炭がガスに変わって、で今はもうボイラーで、蒸気を作って蒸気で加熱をするという、そういうどんどん効率のいいやり方に、なっていくわけですけれども、実際ですね、そういう形で、作ってる蒸留機もあるんですね。でだけどその蒸気で蒸留するという場合とこの薪の火を使って蒸留する場合とではですね、実はできるウイスキーの味わいが違うんですね。これはもう本当に私たちもやってみて初めて聞いたことで分かったことです。実際薪でどんな味になるか分からなかったんですけど、やってみて飲み比べをしてみたらこんなにも違うっていうのが分かったんですね。でどう違うかっていうと、普通のやり方蒸気で蒸留した場合は割とアルコールの香りがパッと華やかに出るんですけれども、割とスッと消えていくようなそういう軽い抽出になります。で、今度ですねこの薪の火で蒸留した場合には香り自体はそんなに派手さはないんですけど、口の中でのその存在感っていうか非常にずっしりとした、そしてしかもその余韻が長いって言いますか、存在感が非常に強いウイスキーが出来上がるんですね。でこれはおそらくなんですが蒸留の時に温度の違い、スチームの場合が150度までしか上がらないのに対して薪の火でやった場合には800度まで上がるので、この温度の違いというものはそういう違いを生み出しているんじゃないかというふうに思いますけれども、この熱源による食品の味の違いということは実はあんまりちゃんと研究されてないようで、いまだにですねそこの理論的な裏付けっていうのは私は見たことがないんですね。ただし、こういう薪を使って作ると美味しいものができるっていうことを言ってくれた人たちがいて、それは実はパン屋さんだったりうなぎ屋さんだったりするわけですね。そういう人たちがこれアイデアとして、こういうのをやろうと思ってるんだって言った時に絶対うまいものができるよっていうふうに応援をしてくれました。実際今この薪で火で蒸留したウイスキーっていうのはすごい人気です。そのサンプルを取ってあるんですよ。毎日出来上がったもののサンプルで、それのテイスティングをしてるわけですね。出来上がりがちゃんとうまくいってるかどうかっていう、これは今のミドルカットというですね樽に詰める部分、ずっと流れてくる状態の中で、じゃあどっから樽に詰めようかっていうことを担当者がですね、蒸留の担当者が実はリアルタイムで判断するんですよ。でしかもそれを基本ノージングだけ、香りだけで判断します。でここに書いてあるんですよ。流れで出始めてですね0分2分4分5分 5.5 分そして 7.5 分というふうに
になってますけれども、こういうのをずっとこうさっきのところで、全部チェックをして決めるんですね。でこっちからだんだんこう刺激的な香りだったものは落ち着いてくるという、そういうことが起きてるんです。動画で伝えられないところは本当に来ていただいて実際に体験していただくっていうのがね、一番いいかなと思いますけど、実はうちは基本見学ツアーは有料なんですけど、ただし20歳未満の未成年の方、未成年って言わないのか今、20歳未満のお酒が飲めない方は無料なんですよ。はい、なのでまだ20歳になってない方はぜひですね無料のうちに見に来ていただいて、20歳になったら即飲んでみるということを試してみてもらえたらなと思います。こちらがウイスキーを熟成させる熟成庫になります。ウイスキーは蒸留した後に数年間樽の中で寝かせることによってようやく完成するんですね。見ていただいた通りにウイスキーの蒸留したての段階では無色透明なわけですけれども、皆さんがよく知ってる琥珀色のですねウイスキーっていうのは、この樽の木の成分が溶け出してああいうね色がついていくわけです。ですので、年々その色が濃くなっていくんですね。スコットランドの法律では最低3年間木の樽で熟成させるということが定められています。日本でも今ジャパニーズウイスキーというですね、呼称を使うためには最低3年間熟成するということがですね、定められました。ということで、弊社でも最低3年寝かせたものをウイスキーとして出荷をしています。実際にはさらに長い5年10年という長い期間を寝かせた上でボトリングをしてウイスキーとして出荷していくというのが今後のそのウイスキーとしてのね商品の目指しているところなんですね。はい。ちなみにこのウイスキーの樽ですけれども、実はほとんどの樽は中古の樽なんですね。どういうことかと言いますと、ウイスキーはアルコール度数が高いので新しい樽に入れるとその木の成分が非常に多く溶け出してですね、すごく渋めの味わいになります。でそれに対して一旦他のお酒の熟成に使われた樽の方が適度にその木の成分がもうすでに溶け出しているといいますか、ある程度アク抜きしたような状態になっているので、例えば今こちらにあるのはメインはバーボンウイスキーの熟成に使われた樽なんですけれども、そういう一回何かに使った樽の方がまろやかで飲みやすいウイスキーができるんですね。はい。ここにある以外にはですね、ワイン樽とかシェリー樽とかですね、ブランデー樽だったりテキーラ樽だったりラムの樽だったり、いろんな樽を使ってウイスキーの熟成をします。はい。で、それ以外でもですね、例えばこのうちでウイスキーを熟成させた樽が空いたら、そのうちの空き樽を使って今ビールですね、地元のクラフトビールだったり、地元の日本酒の蔵だったりでですね、そこで作られたお酒を入れて、さらにね熟成したクラフトビール、そして熟成した日本酒というのもね、作って商品化というものがされています。はい。ということで樽で熟成させるお酒というものがですね、また静岡の一つのね売りになっていくんじゃないかなというふうに思っています。